iPhone を一括価格でゲットしたいさくらです。今回は、注意、ドコモ iPhone 12をばらまき価格でゲットするときに気をつけること。こちらをテーマに話をしていきたいと思います。今回の動画では、iPhone 12一括セール店舗の調査結果、実際に勢いで買ってみた話、購入時の注意事項、今後の見通しと対策、これらについて解説していきます。このチャンネルでは、タブレット、スマホ、スマートスピーカー、周辺機器などのガジェット、パソコン、テレビなどの家電を有効に活用して、もっと生活を便利で豊かにするための情報を発信するチャンネルです。気に入ったらチャンネル登録をお願いします。それでは本題に入ります。毎年3月の携帯事情は、卒業、新生活需要の影響で、1年で一番活気のある時期。機種変更、契約変更、新規契約、乗り換え、様々な動きがあります。でも、今年の3月は今までの様子と大きく違います。それは、ドコモ、au、ソフトバンクで iPhone 12がばらまき価格で販売を開始していて、しかもそれが全国展開しているんです。数年前にあった乗り換えで iPhone が一括1円で手に入れられるような異常状態になっているんです。嘘みたいな本当の話、ビッグウェーブが来ていますよ。Twitter や YouTube では、まるで全国でばらまき価格で販売しているような盛り上がりを見せていますが、実際どうだかわからないですよね。そこで今回、埼玉県と千葉県の地方の家電量販店を回って iPhone 12の価格調査をしてきました。地方なので一つ一つの店舗が離れていて時間がかかりました。かなりの労力を使ったので参考になったと思ったらグッドボタンを押してもらうと元気になります。まずはヤマダ電機2店舗です。かなり大型店にもかかわらず1店舗目の案件は一切なし、 iPhone SE の案件もありませんでした。2店舗目はソフトバンクで iPhone 12の案件がありました。しかし、年齢制限あり、おっさん冷遇案件でした。なんだと、渋すぎる。次はエディオンを1店舗調査。ここでは、ドコモ以外の契約手続きを停止しているとの案内。しかも、ドコモ、au、ソフトバンクどれも案件はなし。唯一契約手続きできるドコモでも iPhone 12や iPhone SE の案件もありませんでした。なんだと、やる気がなさすぎる。気を取り直して、ケーズ電機。1店舗目では au で iPhone 12の案件がありました。一括1円ではないですが、Apple Store で買うより圧倒的に低価格です。もう一つの店舗ではドコモとソフトバンクの案件がありました。どちらも年齢制限なし。一括9000円台での価格です。やっと巡り会えました。Twitter と YouTube だけで盛り上がっていると思っていましたが、本当に安売りしてるんですね。日本のどこかでやっている一括1円は見つけられなかったです。さて、これからどうするか迷いました。3月は後半の方がお得なことが多いのが定説です。一括1円が当たり前になったり、iPhone 13 mini が一括1円になる可能性だって考えられます。しかし、今回は早めに行動します。楽天モバイルの iPhone SE のように在庫切れ難民になるのが面倒だったからです。君に決めた。今回はドコモへ MNP します。ここからは実体験に基づいた注意事項を紹介します。一番大事なのは MNP 予約番号の取得です。MNP 予約番号は事前に取得しておくことをお勧めします。ドコモ、au、ソフトバンクはウェブや電話から、楽天、格安 SIM はアプリやウェブから取得することができます。キャリアのサポートセンターの土日祝日は電話もつながりにくい状況。ショップ窓口も大混雑なので取得に時間がかかります。格安 SIM は依頼から発行まで時間がかかる場合があります。IIJMU なんて依頼から発行まで数日かかります。有効期限は取得日含め15日間なので余裕を持って発行を依頼しましょう。MNP するときには、端末代金の払い残しにも気をつける必要があります。MNP 乗り換えは解約扱いです。もし、今も端末料金を分割支払いしている場合、端末代金の支払いが残ります。解約することで、端末代金の月々の割引がなくなります。そうすると端末代金の支払いが多くなることがあるわけです。契約する料金プランを見ていきましょう。対象の料金プランは 5G、ギガライトです。
料金は3465円から6765円まで。家族割、ドコモ高セット割、D カード支払い割を適用すると最低2178円になる感じです。キャリアっぽい何かとセットにすることで安くなるお高めプランです。段階制になっていて、1GB まで3465円、3GB まで4565円、5GB まで5665円、7GB まで6765円となっています。最近は格安 SIM の料金体系に見慣れてしまったせいで価格がバグってるみたいに二度見してしまいました。格安 SIM ではざっくり 3GB までで1000円以下なのでめちゃめちゃ高額な通信料金ですよね。ドコモの料金プランはさっさとやめて安いオンラインプランへ乗り換えます。ドコモのオンライン専用プランといえばアハモですよね。基本料金は税込み2970円のワンプラン。データ容量は 20GB、5分の無料通話がついています。ドコモのプランと比べると圧倒的に月額料金が安くなるので、こっちに乗り換えます。今回、ドコモを選んだのは、他のキャリアだと短期乗り換えはブラックになる可能性が高かったからです。店員の話では、ドコモからアハモへの乗り換えはプラン変更扱いで短期解約にはならないらしいです。ただし、ドコモからドコモ MVNO の OCN モバイルへは解約扱いになるみたいです。他のキャリアも同様に au からポボへは乗り換え扱いで解約になるみたいです。ソフトバンクから LINE に乗り換えても解約扱いになるので、短期で安い料金プランへ乗り換えるとブラックになる可能性が高いです。ブラックというのは、私の実体験をもとに話をすると、au、iPhone、SE を一括1円を乗り換えで購入。即日、ポボ 2.0 へ乗り換え。後日 au で別のスマホの契約申し込みをしたところ、契約できないと判定されました。当分 au では契約できない状態のことを au ブラックと言います。美味しい案件があっても、指をくわえて見送るしかないわけです。ブラックにならないためには、端末を一括1円で手に入れても、高い料金をしばらくは払い続ける必要があるわけです。もちろん、ブラックなんて全然怖くないなら問題ありません。ここからは注意点です。ブラックのことを考えると、端末を安く買えても月額料金が高くなることがあります。端末代金と月額料金のバランスが大事ですね。何の保証もありませんが、少なくても半年から1年使った後に、他社へ乗り換えが良さそうです。もし、短期で料金変更したいならドコモからアハモが無難かもしれません。今後の見通しですが、現時点では全国規模では盛り上がっていない様子です。ですが今後、地方へ iPhone12 一括1円は波及しそうですよね。3月12日から13日の連休と、3月19日から21日の3連休がセールの狙い目ですね。めちゃめちゃお客さんが多そうです。最終連休3月26日から27日は無理してセールしない可能性があります。前の週までにノルマの契約数を達成すれば無理して契約を取らなくてもいいからです。アドバイスとして iPhone12 を格安でゲットしたいなら、MNP 予約番号は事前に取得してください。できれば店員と仲良くなって週末セール情報を聞けるといいですね。情報をもとにターゲットの店舗を絞ってください。高確率で安売りしてくれて、お客さんが少ない店舗がいいですね。開店前から並びましょう。ダメなら次の別店舗を速攻で回って安売り店舗を見つけてください。あなたのお役に立てれば嬉しいです。高評価ボタンや低評価ボタン、どちらでもいいので押してもらえると次の動画に役立ちます。コメントまでしてもらえると最高です。最後までご視聴ありがとうございました。